はい、こんにちは。安らぎ整体の入江です。腰痛の原因はですね、腰にあることが多いんですけれども、太もものですね、前の筋肉。ここが硬いとですね、腰痛が長引くことがあります。今日はですね、太ももの前についている大腿直筋をですね、このフォームローラーを使ってですね、ほぐす方法をご紹介したいと思います。なぜですね、太ももの前の筋肉が腰痛の原因になるのかと言いますと、大腿直筋はですね、骨盤の前方、少し下あたりですね、下前腸骨極というところから膝の下、脛骨までついている筋肉です。これがですね、硬くなりますと、骨盤をですね、下に引いてしまいます。そうすると骨盤が前傾します。そうすることで、腰部の腰線関節、あるいは仙腸関節ですね。ここにストレスがかかって腰痛が、発生するということになるわけです。ですから、大腿直筋の柔軟性を保っていくことが、腰痛の予防にもつながるわけです。さあ、それでは最初にチェックをしておきましょう。まずはですね、大腿四頭筋は骨盤の前のちょっと下ですね。ちょうどこの股関節を曲げる付け根のところですね。この辺りからついています。ですから、骨盤をですね、前に押し出すようにして、体を少し反ってみましょう。その時の、ここの状態ですね。この伸び具合、確認してみてください。そしてもう一つですね、この状態で、膝を曲げてですね、こういう感じで、もものですね、ストレッチをしてみましょう。どれぐらいですね、伸びるかどうか、これをチェックします。この時ですね、膝が、掴むのが難しいという方は、タオルなどを使ってですね、引っ張っても大丈夫です。そうでなくても、横になってですね、同じような体勢で膝をですね、引っ張ってみる。そういう形でも結構です。何かに捕まってもいいですし、とにかくですね、大腿直筋、骨盤をですね、立てた状態で、膝がどれぐらい曲がるかですね、これを確認しておいてください。さあ、それではですね、大腿直筋のストレッチをまずやっておきましょう。これはですね、今、チェックした時と同じような体勢。この体勢で、かかとをですね、お尻にできるだけ引きつける。これが大腿直筋のストレッチです。この時、股関節ですね、これをこう曲げないようにしていただくといいと思います。股関節をなるべく伸ばして、そして、かかとをお尻につけていきます。このままの状態で15数えましょう。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、結構です。これをですね、反対側もやってみてください。さあ、それでは、フォームローラーを使って、大腿直筋を伸ばしていきましょう。まずはですね、表面の筋膜リリース。これをやってみましょう。フォームローラーをですね、置きます。そして、先ほど確認した通り、骨盤のですね、下ぐらい。この辺からですね、大腿直筋、膝の下までついてますので、ここをですね、しっかりまんべんなく伸ばしていくわけですね。ですから、まずは股関節。ここをですね、フォームローラーに乗せまして、そして、膝の下まで体重をかけながら伸ばしていきます。ここまでですね。そして戻していきましょう。こういう感じ。これを3往復ぐらいですね。やっていただくといいかと。はい、結構。さあ、次はですね、大腿直筋を、コリをですね、大腿直筋のコリをほぐしてみましょう。先ほどですね、動かした時に、凝っているところですね、痛いところがもしあったとしたらですね、そこをしっかりほぐしていきます。例えばこの辺りだったとするとですね、ここを、フォームローラーの上に乗せますね。そして、しばらくそのまま待つわけです。左右に動かしたり、前後に動かしたりしながら筋肉をほぐしていきます。さらにですね、刺激を高めたい場合は膝を曲げていきます。しっかり
かりとストレッチした状態で、さらにほぐしていくわけですね。これを繰り返して、大腿直筋の硬さをですね、取っていきます。さあ、それでは、最後にもう一度チェックをしておきましょう。先ほどやったように骨盤をですね、前に押し出しながら体を反ってみます。この時の股関節、伸び具合はいかがでしょうかね。大腿直筋のストレッチができていればですね、少し軽くなっているかもしれません。それともう一つ、膝を曲げて、かかとをお尻に引きつけます。これのですね、伸び具合、あと角度ですね。これが改善していれば、大腿直筋がストレッチできたということになります。さあ、いかがだったでしょうか。大腿直筋は骨盤の前についている筋肉ですが、これが硬くなるとですね、骨盤を前方にですね、引っ張ってしまいます。そうすることで、腰にですね、負担がかかって腰痛が発症したり、あるいはですね、歩行の時に骨盤の動きを制限してですね、歩きにくくなったりすることがありますので、大腿直筋の柔軟性をですね、しっかり保つことは非常にですね、腰痛にも歩行にも大きな効果があると思います。ぜひお試しください。